はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。値段以下でも未満でもない、そう、お値段以上といえばニトリです。今日はニトリで売られている減塩焼肉グリルプレートがお値段以上なのか実際に使っています。それでは早速やっていきましょう。この前ニトリにお店の備品を買いに行ったら気になる商品があったのでついでに買っちゃいました。それがこちらです。減塩焼肉グリルプレートです。今までも数々の焼肉を焼く道具を紹介してきましたが、ニトリにもあるんですね。ニトリとは北海道札幌市に本社を置く家具やインテリア用品の販売を行う小売チェーンです。CM などでもたびたび耳にするお値段以上ニトリのキャッチフレーズは一度耳にすると忘れないインパクトがありますよね。そんな日本の家具インテリア業界を支えるニトリから販売されている焼肉グリルとなれば一度は試してみたいですよね。余分な油を落とし、煙の発生を大幅カットとのことです。最大温度は230度と、しっかりと温度が高くなります。早速、箱から出してみましょう。今まで買ってきたグリルなどは、1人から2人くらいのサイズのものが多かったですが、大きさは少し大きくなり、3人から4人くらいでも使用できそうな大きさです。特徴的な鉄板の形状をしています。長方形っぽい形で、4分の3くらいは網型で、4分の1くらいは穴の開いていないフラットな鉄板です。鉄板の部分を取り外すことができます。電源コードを挿す部分がありますが、この部分に注意しながら取り外して洗うことができます。価格の安いグリルだと鉄板が取り外せない仕様のものが多いので、この鉄板が取り外せるのは点数が高いですね。網状の部分では肉を焼いて余分な油を落としたり、平らな鉄板部分ではキムチなど野菜を焼いてもいいかもしれませんね。チーズを溶かしたりもできますかね。鉄板の下部分には水を張る容器がついています。鉄板の形状が油を素早く下に落とす形状になっていて、下に張った水に油が落ちることで煙の原因になる油煙の発生と油の飛び散りを抑制できるそうです。電源部分にはメモリがあり、温度の調節ができます。電源オフ、保温、130度、160度、190度、230度と調節できます。値段の安いグリルだとオンオフ、もしくは高温低温のみの調整なので、細かく温度設定ができると使用の幅も広がりそうですね。電源を入れて温度調整をするとすぐに鉄板は温かくなります。温度が上がるのが早いのは肉を焼くストレスを減らせますね。それでは水を受け皿に注ぎ、鉄板をセットして焼く準備は完了です。早速肉の準備をして焼肉をスタートしましょう。ボウルに牛タン、タケノコ、トントロ、おろしニンニク、ごま油、塩、ブラックペッパーを入れてよく混ぜ合わせます。次にボウルに白コロ、豚タン、カシラ、大トロホルモンを入れ、味噌だれ、ごま油、ホワイトペッパー、パプリカパウダーを入れてよく混ぜます。次にボウルにカルビ、ハラミを入れ、醤油だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を加えてよく混ぜ合わせます。あとはお皿に盛り付けて完成です。早速食べてみましょう。いただきます。焼肉にはやっぱりビールですね。今日は瓶ビールで乾杯です。これ。鉄板も温まったので早速始めていきましょう。牛タン、タケノコ、トントロ、ハラミ、カルビです。煙は若干出ていますが、確かにそこまで大量に出ている感じはしませんね。今230度で焼いていますが、焼き上がりは結構早いです。薄めのタンは早くもいい感じです。この焼き目がいいですね。しっかりと焼けています。230度だと結構火力は強めです。鉄板も広さがあるので、お肉をたくさん並べて焼くこともできますね。ハラミもジューシーに焼き上がっています。やっぱり煙は少しだけ出ていますが、気になるほどではないですね。煙を吸うタイプではないので、煙自体は出てしまいます。この煙を気にするようでしたら、お店で焼肉をするのが一番ですね。タケノコも焼き加減が抜群でコリコリです。ホットプレートだとどうしても油っぽい部位を焼いていると油が溜まりがちですが、こういったカルビやトントロを焼いても油が溜まることがありません。電線が剥き出しタイプのグリルではないので、油が落ちても煙が出たり火がつくことはありません。白コロ、豚タン、カシラ、大トロも焼いていきましょう。鉄板の空いたスペースでキムチも焼いちゃいます。温めたキムチとトントロを一緒に食べれば即席豚キムチの完成です。サムギョプサルをするのに使いやすそうですね。ホルモン系もしっかりと焼けています。ただやっぱり炭火と比べると高温が低いので一気に焼き上げる感じではないですね。
この温度に関してはどうしても仕方がないです。油跳ねも多少ありますが、そこまで周囲に広がっている感じはありません。ものによっては周囲に油を飛び散らせるので、その点このグリルは飛び散りも少ないかもしれません。やっぱり肉だけ焼いているとご飯が欲しくなりますね。焼肉には白飯です。家で一人で使うには少し大きいですけど、どんどん焼けるのでストレスフリーで焼き進められます。頻繁に使うものではないし、あまり高価なものを買いたくない。でもある程度しっかりと肉を焼けるものが欲しい。その絶妙なラインを求めている方にはちょうどいいかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ニトリのグリルプレートいかがでしたか？皆さんのおすすめの焼肉グリルとかあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。